ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。新型の iPad 2021モデルたちがね、あとおそらく数週間で登場するんじゃないかということでですね、こちらについてお話ししたいと思います。一応3月のね、発表されそうな製品については前回の動画でお話ししてますので、こちらも参考にしていただきたいんですけども、今回はなんでその iPad にですね、フォーカスですね、ちょっと焦点を当ててお話ししたいと思います。具体的には3つですね。3つの iPad ですね。まず iPad Pro、iPad mini、第6世代、で、最後、エントリーレベルの iPad の9世代ですね。この3つのね、ラインナップになるだろうという iPad がですね、一体どんな感じになるのかっていうのをね、ちょっと今回全てお話ししたいと思います。で、こちらのチャンネルで Apple 製品のリーク情報だったりですね、賢い買い方ですね、だったりガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、僕も増えて皆さんと一緒にね、IT リテラシー高まるような、高めていきたいと思っておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録していただいて最新情報をどんどん受け取ってください。あと一番右の通知ベルもね、オンにしていただくと、最新情報がね、非常に届きやすくなりますので、こういったね、新製品登場の、情報とかね、Apple 製品購入前とかにね、非常にいいかと思いますので、オンにしていただくことをお勧めいたします。でまずね、登場がおそらく間もなくじゃないかと思われるですね、iPad Pro 2021モデルについてですね、iPad Pro は2018年に非常に大きな刷新がありまして、モデルチェンジがね、あったわけなんですけども、今回は2021年ね、モデルで大きく変わっていく点は、主に3つかなというところですね。1つ目が、まずディスプレイですね。要するに画面の変化っていうところと、2つ目が、パフォーマンス、性能の部分で、最後3つ目がですね、通信ですね。その接続とかについて、その3つですね。こちらを、見ていきたいと思います。まずは、ディスプレイですね。この画面の大きな変化としては、ミニ LED の搭載ですね。ミニ LED の詳細については以前の動画でね、解説してますので、こちらもちょっと参考にしていただきたいんですけども、簡単に言うと本当に液晶ディスプレイの有機 EL ディスプレイの非常にいいとこ取りをしたような技術ですね。例えば最大の画面の明るさ、いわゆる最大輝度と言われるものなんですけども、それが今がね、600ニトっていうものからですね、1000ニトに、1000ニトあたりまで上がるんじゃないかと思われますので、例えば明るいね、こういった場所とか、太陽の下とかでも非常に画面が明るいのでやっぱ見やすかったりとか、あとコントラスト比っていうものが非常に良くなるので、このコントラスト比がいわゆる高いほどですね、色の違いとかがくっきりと表現できるので、非常に鮮やかな表示っていうのができるようになるんですね。例えばこの、左が液晶ディスプレイで LCD ですね。真ん中がミニ LED で、右が有機 EL OLED なんですけども、要するに黒すぎず、本当白すぎずっていうね、なんか見やすいなといった感じですよね。はい。例えばなんで暗いね、部屋とかで動画ですね。例えば映画とか見るときに、要するに本物の黒色に近い形でくっきりと見えたりするので、より映画とかそのコンテンツをね、楽しめるんじゃないかなと思いますね。あとAirPods Pro のね、例えば AirPods Pro のその空間オーディオとかで、一緒にね、映画とかで見ると、これ非常にいい体験になるんじゃないかなと、最高なんじゃないかなと思ったりしますね。で、続いて iPad Pro ですね。この2021の大きな変更点としてはパフォーマンスですね。性能のこのアップグレードになると思います。はい。例えば iPad Pro、2018年の、アップグレード。こちらで A10X チップっていうものから A12X チップっていうものに、変わったことでですね、これベンチマークなんですけどね、マルチコアのスコアが、2倍になってると。はい。要するにこれ、性能数値で表せれるものなんですけども、これ結構ね、大きな変化だったと。はい。ただ iPad Pro の、2020年モデルは A12Z チップっていうものをね、搭載してるんですけども、はい。さっき言った A12X チップと、ちょっと改善版ぐらいの、イメージですかね。ということで、GPU というその画像処理の部分は強くはなったんですけど、そこまでそんな大きな変化はね、正直なかったんですよ。はい。これが意味すること、iPad Pro が、2018年に刷新されてから、そんな大きな変化が、大体3年ぐらいはね、正直なかったっていうね、ことになると。ただ今回の iPad Pro の、新型、2021年モデルは、大きな性能のアップデートが、期待できるんじゃないかというところで、どうしてかというと、おそらくね、A14X チップっていうものがね、搭載される見込みですと。この A14X チップっていうのが、昨年の11月にですね、発表されました、M1 チップの MacBook ですね。これ MacBook に載ってるものなんです。載ってるチップなんですけども、これが非常にね、似たようなものになると思います。どうしてかっていうと、そもそもこの M1 チップっていうものも、iPad のね、A14 チップっていうものを、ベースに作っていると言われてますので、はい、僕もMacBook Air ね、この M1 の MacBook Air 3ヶ月以上ね、使ってるんですけども、非常にも本当高性能で熱を持ちにくかったりとか、あと電池持ちがね、めちゃめちゃいいですね。はい。詳しくレビュー動画で、話しておりますので、再生リストとか、ちょっと見てもらって、
見てもらえば、わかると思いますので、まあ実際あと Apple の決算とかね、見てみても、Mac の市場シェアをもう本当もう押し上げるぐらい、売り上げもね、好調だっていうことで、まあなかなかね、すごい、なかなかこうインパクトのあるものだったんですけども、はい。まあなのでやっぱ iPad Pro の2021年の、この性能としてはですね、まあ M1 チップのやっぱこの MacBook とやっぱ同等レベルになるんじゃないかと思いますね。まあ、さっき言ったように、まあ、過去のことからですね、まあ、振り返ってみると、まあ、A10X から A12X にまあ変わった時っていうのは、このベンチマークのマルチコアで言うと、まあ、2倍の数値っていうのがね、まあ、出てたりするので、まあ、仮にこれをね、元にするとですね、A12X チップもやっぱ現在の A12X とか A12Z チップの、まあ、倍近いね、数値ですね。こうなると大体 M1 の MacBook Air とか Pro あたりの数値になるので、やっぱそれぐらいのポテンシャルっていうか、まあ、さらにそれをもしかしたら超えてくるぐらいのね、まあ、潜在性はあるんじゃないかと。まあ、そういうの全然あると思いますね。はい。これなんでもう最強の iPad Pro の誕生の予感がすると。はい。で、そして、ついにね、通信の接続のね、こちらの方のアップデートですね。つまり、5G の対応がですね、iPad の方にも来るということですね。まあ、まだ5G の普及にはね、もう少しやっぱ時間がね、まあ、この状況下なのでかかるかなっていうところもありますが、まあ、3、4年とかね、やっぱり例えば Apple 製品買って長く使う人にとってはですね、やっぱり 5G に、ね、対応しといた方がいいんじゃないかなと思いますね。で、またよく当たるですね、リーカーの Love2Dream さんという方によりますと、まあ、新型の iPad Pro には、まあ、もちろんミニ LED の搭載と、新しいクアルコム社製の X55 っていうね、5G のモデムが使われるということでですね、まあこれどういったものかっていうと、すでにその iPhone 12で使われているものと同じですね。まあなので iPhone 12と同じようなその 5G のスピードで、まあそれをやっぱ持ち運んで使えるようになると。まあ、iPad でも使えるようになるっていうのは、まあ、これ非常に嬉しいかなっていうところですね。まあ、こうなると、MacBook とかにもね、セルラーモデルちょっと出してほしいなって思うんですけども、まあ、もうちょいかかるのかね、やっぱり。あと、まあ、MacBook のようにね、ちょっと使えるという、マジックキーボードですね。まあ、こちらも一緒に新型が登場するんじゃないかと言われております。まあ基本的にはまあ今のモデルとそんな大きな変化っていうのはね、ないとは思うんですけども、まあ今までの iPad Pro とか、Air 4とかにもまあ一応使えるんじゃないかなとは思ってはいるんですけども、まあ、もしかしたらその新型だけのまあ仕様になる可能性もまああるんですけども、個人的にはそうなってはね、まあちょっと欲しくないかなっていうところです。またApple Pencil に関してもですね、まあ新型の一応第3世代のものがまあリークされてたりもするので、まあもしかしたら一緒にそのね、新型の iPad Pro と登場する可能性もありますね。まあ見た目で言えばね、第2世代とそんな大きくね、変わるってことはなさそうですけどね。まあちょっとツヤ感が出てなんか丸みを帯びてる感じはあるんですけども、まあこちらも、楽しみっていうところですね。またなんかね、11インチのなんかもうケースがね、すでにAmazon で売られてたりとかあるので、まあ11インチもね、出てくれるんじゃないかなとは僕はね、思ってます。信じてます。まあ出ると思いますけどね。はい。はい。で、続いて iPad mini の第6世代の方にね、移りたいと思います。はい。で、iPad mini は、第4世代がですね、2015年ですね。まあ、2015年に登場してから、で、その後2019年に、第5世代に iPad mini、まあ、いわゆる iPad mini 5が登場したんですけども、まあ、デザイン的な変化っていうのはその時、まあ、やっぱ全然なくてですね、Apple Pencil、まあ、第1世代の対応と、要するに中身の性能だけのね、アップデートになったんですけども、まあ、もしかしたらこの2021年に大きなデザインの刷新があるかもしれないというところで、まあ、投資家に近いですね、このリーカーのミンチー講師によりますと、まあ、10.8インチのiPad と 8.5 から9インチのサイズの iPad mini が出るのではないかっていうね、まあ情報が、まあもともとあったんですけども、まあこの 10.8 インチの、まあ、iPad っていうのが昨年11月に登場しました、iPad Air 4のことになるんですね。はい。まあ実際、まあ10.9インチだったわけなんですが、また、まあ1月のね、まあちょっと記事にはなるんですけども、Mac お宝鑑定団さん、によりますと、8.4 インチのまあ同じような形でまあ3月に登場するっていうのがね、ありましたと。まあ、iPad 3かな ?iPad Pro のまあ3のようなね、これ横のベゼルが要するにこう細くなるにまあとどまるマイナーアップデートっていうね、形ではあったんですけども、はい。でまたですね、なんか iPad Pro のようにまあその全画面デザインになるような、まあリークとかもあったりしますね。はい。まあこれになればね、個人的にも非常に最高ですし、結構売れるんじゃないかなと思ったりはするんですが、まあ iPad Pro ね、一応まあ小さいバージョンになるので、まあ名前が例えば iPad Pro
Pro mini とか iPad mini Pro になるかもってね、こういった風に言われたりもしてますけども、はい。面白いなと思うけど、はい。この全画面でのね、デザインになると、iPad Pro とかと、同様に、おそらく Apple Pencil の第2世代にね、くっつけて、充電できて使えるような、持ち運べたりするようなものに、対応するんじゃないかと思いますね。大体、なんでこのぐらいのやっぱ大きさだと、本当メモ帳サイズっていうかね、非常に持ち運びにいい感じになるので、現代風の本当ね、ノートみたいなね、そういうものとして使えるので、めちゃめちゃいいなって思っちゃいますよね。はい。いや、欲しいなと思うんですけども、ただね、これがちょっと残念なことにですね、iPad Air 4の、このリークですね、的中したですね、これはドゥアン・ルイさんっていう方ですね、によりますと、大画面のiPad mini っていうのは、まだその P2 ステージの段階ってものをまだ過ぎただけだということですね。はい。この P2 って何やねんっていう、ね、思うと思うんですけども、これがですね、要するに開発段階の途中の中のまだ、要するにデザインがね、決まったような、ところに過ぎないということで、要するにまだ試作企業を作る段階でもないと。仮にね、これが本当だとしたら、例えば発表されるとしても9月とか10月のなんか発表会とかなのかなっていうね、気がしますね。なのでやっぱ3月とか、わかんないけど4月になるかもしれないですけど、その登場の確率っていうのはね、非常に低いんじゃないかと思いますね。あるとしたら、基本的には今のデザインのままで、要するに中身の性能だけ、わかんないけど A13 チップとか、14とか、入れて性能だけ上がってそうで出してくるっていうのが、非常に現実的かなと思いますね。ちょっと皆さんはね、どう思いますか？ちょっとコメントいただければと思います。またちょっと新しい情報出てくればね、もちろん分かりやすく解説しますので、ぜひチャンネル登録、はい、グッドボタンもお願いいたします。はい。で、最後はですね、エントリーレベルの iPad ですね、旧世代についてですね、こちらの情報も結構ね、多くあったりするんですけども、一応 Mac お宝鑑定団さんによりますとですね、デザインについては今の、10.2 インチから 10.5 インチになりますと。で、昔の iPad Pro のね、2017年モデル、それと全く同じような形になって、非常に薄く軽くなるということですね。はい。Apple はやっぱね、こういった昔のモデルに新しいチップを搭載してですね、コストパフォーマンス高い、やっぱね、ちょっと価格を下げて、コスパ高いモデルとして出してくるっていうね、このやり方で結構成功してるっていうのがあるので、はい。例えば最近で言うと、iPhone SE2 かな。はい。とかなんですけどね。あれもほとんど iPhone8 のデザインにもう新しいチップ載せただけなんですけど、売れてると。でも個人的にやっぱ嬉しい点はこのフルラミネーションディスプレイの対応ですね。はい。今の例えば iPad8 とかのエントリーレベルね、安いモデルではですね、これ対応してなかったので、対応してなかったんですよね。iPad って映るね、液晶のディスプレイと僕がその指でタッチする、要するにカバーガラスって呼ばれる部分との間に、例えば隙間があったりするんですよね。昔のやつって。はい。なんで光の反射だったり、感覚的にはね、タッチしてる時にちょっと浮いてるようなね、浮いて、触ってる。なんで離れてるね、触ってる感じになるんですけども、このフルラミネーションディスプレイというね、技術というのが、要するにその液晶ディスプレイとカバーガラスですね。ガラスを一体化させる技術なんですね。圧着とか言うらしいんですけども、ひっつけると。なんでディスプレイとそのカバーガラスの要するに間ですね。ギャップとか言うんですけど、もうこのギャップがないので、光のやっぱ反射がね、やっぱ少なくなったりとか、要するに迫力が増してですね、指でやっぱ直接触ってるような感覚ですね。iPad Pro とか Air4 にはもちろんフルラミネーションディスプレイね、対応してますけども、これがやっぱ一番安いモデルにもやっぱ搭載されてくるんじゃないかと言われてるので、コスパが非常にね、最強にさらになりそうということですね。そういったことでやっぱ本体の厚さとかもですね、7.5mm から 6.3mm になってですね、重さも 490g から 460g に軽くなると。やっぱりフルラミネーションディスプレイでやっぱ一体化してできるんで、その分薄くできるっていうことですね。間の隙間がなくなるんで。なんで iPad Air 3とか、例えば iPad Pro のね、第2世代2とかが、大体 6.1mm とかなので、それにやっぱ近い形になるんじゃないかなと思いますね。性能としては、A12 チップから A13 チップが搭載されてですね、メモリも 3GB から 4GB にね、アップするんじゃないかということですね。なんでここ数年だとね、エントリーレベルの iPad の結構大きめの冊子になるんじゃないかと思いますので、これ結構楽しみかなってとこですね。はい。コスパ最強になりそうって狙うのもありかなと思います。はい。で、また、3月にね、ちょっと登場する確率をね、ちょっとそれぞれ話したいと思いますが、以前のね、動画で、話してはいるんですけども、iPad 以外はこちら見ていただきたいんですが、iPad Pro はやっぱり 100% 来るんじゃないかなっていうところで、iPad mini の第6世代は 50% ぐらい。
で、エントリーレベルの iPad 旧世代は 70% ぐらいかなと、思います。iPad 旧世代に関しては、今の iPad の8世代が2020年の10月かね、10月に登場したばっかりなので、まだ半年で登場するにはちょっと早いのかなっていうのが、ちょっと気がかりかなっていうところで、70% してはいるんですけども、iPad Pro は1年経ったので、正直もう出るのはほぼ確実じゃないかなっていうところですね。iPad mini に関しても、でも丸2年あるので、そろそろかなとは思うんですけども、ただ出たとしてもマイナーアップデートっていうかね、ほぼ中身の刷新だけでデザインは一緒かなっていう確率が高いかと思います。で iPad Air 4に関してなんですけども、11月にね、やっぱ大幅にアップデートして登場しましたので、まず出ることはないかと思いますので、Air 4は全然すぐ買ってもいいと思います。っていうのがね、一応大方の予想だったんですけども、発表会のね、やっぱ招待がね、来ないということで、3月23日がね、濃厚じゃないかと言われてまして、大体1週間前にその招待状っていうのが来るんですけども、それがね、今で来ないんで、例えばこのジョン・プロッサーさんはね、23日に発表会なかったら、眉毛全部剃るみたいなね、言ってたので、多分これ剃って動画多分出してくると思うんですけども、あるとしたらちょっと発表会なしで、プレスリリースとかね、いきなりこう、iPad Pro とかわかんないけど、バーンってね、いきなり Apple のサイト見たら出てるみたいな感じになるんですかね。ちょっとわかんないんだけど、一応 iPhone っていうね、テクノロジー系のメディアではですね、来週になって3日間連続で、わかんないけど AirPods とか、iPad Pro とか、出してくるんじゃないかっていうのをね、記事も一応あったりはしたんですけども、なんであるとすれば、やっぱりいきなり iPad Pro 出てるみたいな、感じになるんじゃないかと思いますね。個人的にね、もう、やめてくれっていうね、いきなり出てるんで、やめてくれって YouTuber 殺しな感じはするんですけども、結構なんで、じらされてる感じはありますね。なんで、リーカーの人たちも、あれなんか発表会、あれないのみたいな。っていう、みんななんか焦ってるというか、って思ってるっていう感じですね。みんなずっこけたみたいな感じではあります。はい。一部では、なんか4月、っていうね、って言われたりもしますが、ちょっとどうなるかなっていう感じですね、これ。はい。皆さんはね、ちょっとこの辺どう思いますか？はい。もし情報とかあればね、あと思うこと何でもあればですね、気軽にコメントしていただければと思います。ということで、こちらの動画少しでもね、役に立ったと思った方はですね、ぜひチャンネル登録だったり、グッドボタン、通知ベルも押していただければと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。